皆さんにとって旅行の醍醐味は何ですか？私は地元の人しか知らないようなとっておきのスポットを探検したり、その土地ならではの歴史や文化に触れたりするととてもワクワクします。こんにちは、ダイアリー11のちえです。今回は地元の人たちにもあまり知られていないフィリピンの山奥にある謎の湖を探検してきました。ネグロスオリエンタルの州都ドゥマゲテのすぐ南に位置する町ダーウィン。フィリピン屈指のダイビングスポットがあり、海沿いのリゾートが人気の町ですが、山側に知る人ぞ知る素敵な場所があると聞いたので、今回は山側に行ってみます。町の中心部の手前で右折し、タリニス山に向かってひたすらまっすぐ登っていきます。目的地まで約7キロほどの上り坂ですが、しっかり舗装されている上、傾斜がなだらかなので、山側のスポットとしてはかなりアクセスしやすいです。Google マップによるとそろそろ目的地、この辺りに駐輪させてもらいましょう。地元のご家族に出くわし、道をご一緒しました。ここって何があるのと聞かれました。どうやら私と同じくどんな場所か知らずにいらっしゃったみたいです。地元の人にさえあまり知られていないスポット、一体どんなところなんでしょう。3分ほど歩いて目的地が見えてきました。これは大きな湖ですね。タリニス山を正面に臨んで壮大な景観です。この辺りに泳いでいる人たちが見えます。人がこれくらいのサイズということで大きさが伝わるでしょうか。この砂利道を挟んで湖の逆側を見ると、うっそうとした林の向こうに大きな海。かなり高いところまで登ってきたことがわかります。この景色も壮観ですね。坂を降りて湖のそばに行ってみます。山の上かつ水場のそばだからか空気が涼しくて気持ちいいです。塔のような建物がありますね。中にレバーのような装置が見えます。何かパイプが湖に伸びていますね。下まで降りてきました。どうやら人工的に作られた湖のようですね。水源はここですね。タリニス山から流れてくる小川の水がたまる仕組みみたいです。水牛がいました。日本ではなかなか見かけない水牛ですが、フィリピンの田舎ではこうしてよく川や池に使っています。なんか気持ちよさそうですよね。ちなみに水牛はフィリピンの国獣なんだそうです。さらに湖に寄っていくと、地面がすごくぬかるんでいます。水かさが結構変わるのかもしれません。湖の中をカメラで見てみます。すごく濁ってる。視界がほぼないですね。浅瀬には小さな魚が見えます。そもそもどれくらい深いんでしょうか。上から見えた泳いでいる人たち、地元の青年たちでした。てっきり遊んでいるのかと思いきや、貝をたくさん取っていました。 What's this name? Freshwater clams. フレッシュウォータークラム、淡水二枚貝ですね。自分たちで調理して食べるんだそうです。しかしよくこんなに濁っている水中から取れますね。聞いてみたところ、ここでは魚は取れないそうです。壮大な景観が楽しめて、山ならではの自然や新鮮な空気が気持ちいいこちらの湖。人工湖なのになんだか桃源郷のような、どこか浮世離れした雰囲気があります。結局この湖は一体何なんでしょうか。答えは湖の入り口付近にあるこちらの案内板に書かれていました。フィリピン国家灌漑庁、通称 NIA による貯水池灌漑プロジェクトと書かれています。調べてみたところ、このプロジェクトはダーウィンの8つのエリアに灌漑設備を施し、農耕によって住民の収入を向上させるために行われたもののようです。この貯水池は今から15年前の2006年から2008年にかけて建設されました。この貯水池と灌漑設備の運用で約1000ヘクタールもの土地に灌漑用水が供給される計画だったようです。結構大規模なプロジェクトだったんですね。ということはこの塔は灌漑用水用の取水塔でしょうか。
ところで案内板にはクレストや放水路のサイズも書かれています。またプロジェクト名では貯水池となっていますが、こちらにはダムという記述も。構造的にはこれはダムと言えるんでしょうか、それとも貯水池が正しいんでしょうか。すみません、私にはちょっと分かりませんでした。視聴者の方でもし分かる方がいらっしゃったらコメントでぜひ教えていただけたら嬉しいです。さて、実はこの貯水池のすぐ手前にこれまた穴場的な素敵なカフェがあります。それがこちら、多翼徳レストカフェです。2020年にオープンしたばかりの新しいカフェ。自然に囲まれた広い敷地にフィリピンの伝統的な竹建築のカフェスペース。山の新鮮な空気を吸いながら軽食やフルーツシェイク、美味しいアイスクリームがいただけます。貯水池とぜひセットで訪れてほしいおすすめスポットです。ダイアリ11、次回は超おしゃれレストランで女子会。フィリピンの田舎に住む女子たちにここでの生活の魅力をインタビューします。お楽しみに。